はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月年末までの流れや気をつけることを見てみたいと思います。毎月ね、前半後半で出している動画は、ちょっと集中して何に気をつけたらいいのとか、どんな星なのなんですけど、今回はちょっと年末までもう悔いなく過ごせるように、何に気をつけたらいいの、どんなメッセージが来てるのっていうのを見てみます。はい、それとあとカペラノートご予約いただいた皆さん本当にありがとうございました。2025年の星の手帳ですね。もちろん PDF 版を楽しみにしてますという方もありがとうございます。これは11月末ぐらいに販売させていただきます。それからちょっとお問い合わせがあったんですけれども、カード払い以外ではできませんかっていうお問い合わせいくつかありまして、今できるようになっています。コンビニ払いもキャリア決済も銀行振込もできますので、ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄の詳細ページをご覧ください。では行きましょう。年末までの流れですね。お願いします。何があるんでしょうね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソードのページ、そしてソードの6、女教皇逆、カップ8、ペンタクルス10、タワー逆、吊るし人逆、はい、気をつけることや対策が、カップのエースとカップ10逆と、オラクルはカップのナイトです。はい、そうですか。すごく混ぜてる時に思ったのが、なんか来年の星の星にたくさん書いてるんですけど、来年までまだ少しね、土星は入ってるわけです、魚座さんにね。でもそれまだ入ってるんですけど、でももうこの12月までの間に、特にもう11月20日から冥王星もまた水瓶座に入って大きくこう宇宙の流れっていうのは変わるので、なるほどって11月末か12月ぐらいに何かここで終わりなんだみたいな感じがしたんです。でそれが何が終わるのかっていうと、これまでの苦しかった時代というか、ちょっと変な言い方なんですけど、喪に服していた時間が終わるって感じがしたんですね。喪に服してた時間ってね、そんなことないよ、楽しかったよという方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと静かにしてたとか、ちょっと自分の中の孤独な部分を見ていたとか、何か辛い体の健康面とかですね、そういうとにかく何かに向き合わされていたと思うんです。おそらくこの 1,2 年ぐらいそれのピーク超えたっていうか、終わるっていうのがあって、あとは自然とゆっくりとなだらかに戻ってくるわけです。でそれに対してやっぱりオラクルがゆっくりとですけども、優しさがちゃんと流れてくるよって、ちゃんと届いてますよ、優しさがっていうことで、よかったって思ったんですね。でまだそこに至るまで少し紆余曲折はあります。なので一番言われてるのは、10月はとにかく見えない恩恵、遠くから届いてくるわけですよね。10月の23日以降っていうのはもう少し現実的に意識が上がるとか、動いてみようとかっていうなってくるとは思うんですけど、でもすごく見えないところからの恩恵が届く、そして分かる、感じるっていうところから、ちょっと世界を見てみようかなということでキョロキョロし始めて、世界とか視野が広がり始めて、そしてその後自分がこれから生きる世界、あっちの方が明るそうだなとか、いやこっちの方が楽しそうだなみたいな、そういうのを自分で見極めて、そっちの方に流れていくなって感じがしたんです。なのでどの方向に行くかというチケットはまだ11月に取るみたいなんですね。今ではない、今この動画をご覧いただいて今ではないですよと、11月に入ってからですよというふうに言われてます。そして今の時点ではまだご自身のことを疑っているっていう感じがあります。本当にできるのかなそれとか、本当に体力持つかなとか、自分が何を求めているのかわからないみたいな、そんな感じがあるんですけども、ただ流れはとてもスムーズにゆっくりと押されて流れていってるよっていうのがあり、本当は遠いところから魚座の皆さんにメッセージすごく来てるはずっていう感じがあるんですね。夢の中で受けた啓示なのか、普段の
誰かとの会話の中でピピッときたことなのか、なんとなく感じることなのかわからないですけど、何か直感とかそういうものを通して自分がどうすべきかとかどうなのかっていうメッセージっていうのはビシバシ来ているっていう感じがします。でそれを受け取りたいけど受け取りたくなかったのか、受け取ったけどうまく消化できなかったのか分かりませんが、ようやくそれがなんかこう消化し始めるというかね、溶けていっているっていう感じもあり、今までもしかしたらご自身がとても苦しんでいたことや、もしくはこだわっていたことや、何かにとらわれていた思いっていうものがようやくスーッと手放していけるみたいな感じもあります。その上でですね、なんかこれを守らなくちゃいけないっていうそのなんか恐怖心みたいなものではなく、スーッと溶かされていった上で感じるすごい豊かなことがあるみたいなんですね。ああ、私にはこれがあるじゃないかとか、私にはこんなにこう動ける体があったとか、人と話せるこの知識があったとか、いろんなこと、もう当たり前の日常の当たり前のことの中で感じられる幸せっていうのがすごくあるみたいなんですね。すごく豊かな気持ちになります、これは。まあなのでね、10月17日過ぎてからだと思います。これはね、過ぎてから、もしくは23日過ぎてからかもしれませんけど、今ある状況の中での豊かさをすごく感じる時がある。でその豊かさを感じるからこそ安心して何かを手放せたり、何かそのずっと来ていた啓示っていうものを自分の中で受け入れられますよっていうふうに言われてるんですね。で受け入れるっていうことはもしかしたら変化を受け入れるっていうことかもしれないし、何かを一つ諦めるっていうことかもしれないし、願っていたことと違う方向に行くってことになるかもしれないんですね。何かの要するにどの方向に行くのかっていう切符はまだ11月ぐらいに入ってくる。そのヒントとなることがあるよっていうことですごく大きな気づきがあるみたいです。なのでとにかくさっきのね、ちょっと変な例えで申し訳ないんですけど、喪に服すっていうのって何か嫌なこととか悲しいことがあったから、そのために自分もおとなしくしてよというか喪に服すわけじゃないですか。でもなんかそうやってもしその期間に自分だけが喜ぶようなことをしたらとか、とても喜ぶような気分ではないし、だけど自分だけ得するようなこととか喜ぶことをしてはいけないと思ってるかもしれないけど、実はその喪に服すこと自体がその亡くなった人からしたら全然嬉しいことじゃないとか、それって双方にとって全然いいことじゃなかったっていうふうに気づくみたいなね、今までのことがそうだったんだって気づいて本来の方向に向かっていく。なのですごく今見えないなんか家族とか、先祖とか家系のルーツとかわからないですけど、何かそういう大きなファミリーツリーみたいなものがねこう流れてきていて、それによって気づかされるっていうのがあるんですね。なのでとってもね現実にあるかどうかは分かりません。現実に今ある家族間のことなのかどうかは分かりませんが、家計に関したことによる恩恵がすごくあり、なおかつ自分の中からそれをこう受け取ることによって得られる喜びっていうものがすごくある。それがちゃんとね流れてきてますよっていうふうに言われてるんですね。届いてますよって、届けようとしてますよっていう感じなので、とてもこの年末までの間にその大きなね精神的気づきっていうものがあるみたいです。その表面的な痛みとかね苦しみじゃないんですよ。これはもうこれまでの間に多分経験されたと思うので、それではないんです。もうそれは終わったんです。そこに対する対処法としての自分の在り方に変化が出てくるって感じです。そうだね、やり方が変わるって感じですね。あまりなんかこうね悲しいことの例えをあんまり言いたくはないんですけれども、自分の人生にちょっと何があるかは人それぞれ皆さんあったと思うので、ただ共通して魚座の皆さんがここ数年感じていたことっていうのは、何かこう自分自身の本当の強さに気づくための孤独感だったりとか寂しさだったりとか、何か自分が一番気づくべきことに対するテーマっていうものがあったと思うんですよね。でそのテーマ、起こったことに対してのその後の自分の対処法です。いわゆるそのことに対しての自分の見解とか対処法っていうものがもうここで終わるっていうか解けるっていう感じがするんですね。でまだそれが自分の中では完全にすっきりしてるわけじゃないけれども、もうここで選んでいくんですっていうことで、もう切り替えますっていうふうになってます。で切り替えるように見えないエネルギーはゆっくりと押してくれてるというかサポートしてくれてるっていうのが今回のテーマでした。
なので表面的には変わらないかもしれないんですけど、自分の今までの在り方や対処の仕方や行動の仕方、何かに対しての対処の仕方っていうものが変わるっていうふうに出てます。とても興味深いですね、これはね。でもとってもいい気づきだと思いますよ。今回はそういう年末までのテーマということなので、それを踏まえた上でちょっと違うカードでもセルフセラピーカードを見てみたいと思います。何に気をつけたらいいのっていうことでね、皆さんね、末まで何に気をつけたらいいの？はい、これは過去性というカードが出てるんですけども、自分の人生の中で何度も何度も繰り返してきたことや、自分の癖、魂の癖として起こってきたことがもしかしたら最終段階に来てるかもしれないっていう感じですね。ちょっとどうしたらいいのかっていうヒントをもらってみたいと思います。はい、チョイスが出てますね。選択です。ご自身で選択していくっていう感じです。これさっきも感じたんですよね。自分は良かれと思ってこうしていたこと、でもその方法もうしなくていいんだ、その方法を取ることって双方にとってメリットじゃないんだ、もうこれからはっていう感じ。ここまでは良かったけどこれからは違うんだということで、やり方を変える、見解を変える、これまでのパターンを変えるっていう感じがしています。そしてそれにチャレンジしていったらどんなことが起こるんでしょうか。どんなギフトが与えられるんでしょうか。これだね、ちょっと待って、はい、フローですね。フロー、流れ来てますね。優しい流れが来てますね。そして最後もう一枚見てみます。はいはい、神の子ということで次の世界に行きますねっていう感じが出ています。冬の寒い世界は終わりですみたいな、次の世界に行きますっていうことが起こるような年末までの流れってことですね。大きな大きな気づきがあると思いますよ。深いところで起こるので、ぜひ皆さんのその魚座さん特有のね感性を使って受け取ってみてください。自分の中から溢れ出てくる新しい思いっていうものをしっかりキャッチして、それがちゃんと届けられるように、気づくように流れてきてるよということもしっかり覚えておいてください。そしてゆっくりですけどちゃんとね事態は良くなっていくように動いてるよっていう感じがしました。はい、ということで何かしら分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回ね、次の後半の動画をまた1週間ぐらいにねアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間になりますように。ありがとうございます。失礼します。